前日行われたスプリントでは予選からレースまで良いところがなく、最下位でレースを終えてしまったアルファタウリ角田裕毅は決勝レースを11番グリッドからスタートしました。前の方ではサインツとピアストリが接触し、ピアストリのベルギーグランプリ決勝はターン1で終わってしまいました。これがサインツとピアストリの接触シーンです。明らかにサインツがインに寄りすぎているので、ほぼ並んでいたとも言えるピアストリにはどうしようもありませんでした。サインツは時折このような強引な走りを見せることがあり、今回もその接触により自分自身もレースを終えることになりました。オープニングラップで角田裕毅はいきなり3つ順位を上げ8位に浮上。その後いまいちペースが上がらないノリスをかわし7位。5周目にはマシンにダメージを負っていたサインツをかわし、なんと6位にまで浮上していました。手負いの状態とはいえ、アルファタウリがフェラーリをオーバーテイクするなんて夢のようなシーンでした。6周目、早くもミディアムスタートのノリスがピットに入りハードに交換しています。角田裕毅の次のターゲットは3秒前を行くアストンマーティンのアロンソでした。7周目以降、ソフト勢が続々とピットに入り、多くのマシンがミディアムに交換しています。8周目、角田裕毅の2台後ろにいたソフトスタートのアルボンがピットに入りミディアムに交換していました。スパフランコルシャンは1周が7キロもあるロングコースのため、アンダーカットしやすいサーキットと言えるので、順位を争う後ろのマシンとの駆け引きが特に重要になります。アルボンのアンダーカットを阻止しようとしたのか、アルファタウリは早くも10周目に角田裕毅をピットに入れ、再びミディアムに交換しコースに復帰しましたが、アルボンにアンダーカットを許す形で、アルボンの後ろ11番手となりました。タイヤ交換をしたアルボンは、タイヤ交換前の角田裕毅よりも、1周につき2秒近く速いタイムをマークしていたので、これがスパフランコルシャンの特徴と言えます。次の週、角田裕毅の前を走っていたアロンソがピットに入っています。これも、後ろにいた角田裕毅のアンダーカットの阻止を狙ったものと言えるでしょう。アルボンに抜かれた角田裕毅は、これまでのレースであれば、アルボンに離されていましたが、今回は違いました。翌週、そのアルボンを DRS を使いストレートでかわし、アロンソから 1.1 秒遅れの9位に浮上したのです。開幕戦のバーレーングランプリのレース終盤を覚えていますか？10位争いをしていたアルボンに追いついた角田裕毅は DRS を使ってもアルボンに追いつくことができず、逆にストレートで離されていたと言えます。今回の角田裕毅のマシンは特にセクター3が速く、同じく高速区間のセクター1も速く、逆に中速区間のセクター2が苦しかったと言えます。18周目、15位に沈んでいたノリスが2回目のピットに入り、ソフトに交換し、最下位に落ちてしまいました。この時点で今回のマクラーレンはボロボロだと感じていました。この辺りからポツポツと雨が降り始めていました。角田裕毅はストロールとガスリーに追いつき、20周目、ターン1でストロールをかわし8位に浮上し、元チームメイトのガスリーの攻略に挑んでいました。21周目、雨が降り始めている中、ストロールがソフトタイヤに交換しています。この時アルファタウリはストロールに合わせ、翌週に角田裕毅をピットに入れてもよかったかもしれませんね。ただ、雨が強くなる可能性もあったため、非常に判断が難しかったと言えます。23周目のターン1でガスリーがタイヤをロックさせたことで、角田裕毅はケメルストレートエンドでガスリーをかわし、6位に復帰しました。この時、6位を走行していたラッセルがソフトタイヤに交換していたので、この時点でところどころ雨が降っていたものの、その後雨が強くなることはないと判断していたと思います。角田裕毅の4秒後ろにはアルピーヌのオコンがつけていました。25周目、角田裕毅が2回目のピットに入り、周りと同じソフトタイヤに交換。ストロールの後ろの12番手で復帰しています。つまり、結果的にストロールにアンダーカットを許してしまったことになります。目の前のガスリー攻略に集中していたと思いますが、
あと2、3週早くピットに入っていれば結果は変わっていたと思います。あくまで結果論ですけどね。驚きなのがこの時点でマクラーレンのノリスが角田裕毅の7秒前の7位にいたことです。レース終盤の39周目、角田裕毅はペースの良いオコンにかわされ10位に落ちてしまいました。角田裕毅は終始安定したラップタイムを重ね、ファイナルラップにストロールにコンマ8秒まで迫りましたが、そのまま10位でフィニッシュ、貴重な1ポイントを獲得し、レースを終えました。レース序盤に6位だった角田裕毅が、コース上で抜かれたのはオコンただ一人で、タイヤ交換でノリス、ラッセル、ストロールに抜かれたことになります。明らかにマクラーレンとメルセデスは別格と言えますが、ストロールの前ではフィニッシュできていたかもしれませんね。たらればを言えばキリがないですが、トップチームはそのあたりの戦略をバッチリ決め、今回に関しては、ミディアム、ハード、ソフトという奇策を成功させたマクラーレンを称えたいと思います。今回のアルファタウリはよくやったと思いますが、これまでに彼らの奇策がほとんど成功していないことを考えると、これが現時点でのチーム力の差と言えるでしょう。しかし、この1ポイントは最下位チームのアルファタウリ、そして3ヶ月入賞できなかった角田裕毅にとって非常に大きな1ポイントです。雨絡みの展開が予想される中で、他チームは雨を想定したセットアップだった可能性もあるので、今後の常設サーキットで同じような戦闘力を発揮できるかどうかは分かりません。ただ、今回のベルギーグランプリを見ると、アルファタウリは深刻なストレートスピードの遅さを解決できる何かを見つけたように感じました。やはり現代の F1 は低速区間ではなく、ウィリアムズのように高速区間を重視し、そこからバランスをとっていくのがベストなのかもしれませんね。レース後、角田裕毅はこう語っています。今日のチームは素晴らしい仕事をしてくれました。車は飛ぶように速かったですし、夏休み前にポイント圏内でフィニッシュできて嬉しいです。メカニック、ビスターとファエンツァのスタッフ、そしてコースサイドのエンジニアなどチーム全体が本当によく頑張ってくれました。何台か前のマシンがリタイアしたのは少しラッキーでしたけど、レース中は本当に快適でした。昨日はひどい一日だったので、その気持ちを夏休みに持ち越したくなかったですし、マシンのパフォーマンスを最大限に引き出せてよかったです。チームにお返しができたと思うし、謝ることもでき、休みに入るためのポジティブなエネルギーを少しでも与えることができました。夏休みはできるだけ休んで、シーズン後半戦に備えます。一方、チームメイトのリカルドは、前日の好調だったスプリントレースとは対照的に、下位で苦しみ、19番手スタートの16位でフィニッシュしていました。リカルドはこう語っています。全体的に見ても、今日の僕たちのペースが素晴らしかったとは考えていない。マシンのことをまだ十分理解しているわけではないので、少し足りない部分があると感じた。サマーブレイクは数日休みを取った後、ジムでトレーニングをして、レースのために身体面の改善に取り組むつもりだ。もしかしたらリカルドは最下位チームの現状を今回初めて目の当たりにしたのではないでしょうか。リカルドは間違いなくシーズンの後半戦に勢いを取り戻してくるはずです。今シーズン、角田裕毅とリカルドのダブル入賞を見せてほしいです。チーム内バトルで言えば、今回のベルギーグランプリは角田裕毅の圧勝と言えるでしょう。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。